今日は神奈川県藤沢市の辻堂駅にやってきたのだ。ここは JR 東海道線が通っていて、東京駅からは約50分。この辺のターミナル駅となっている藤沢駅の一つ隣にあるのだ。近年住みたい街ランキング急上昇中。駅北側の再開発、湘南シークロス都市再生プロジェクトで注目度が爆上がり中のエリアですね。2011年の大型商業施設テラスモール湘南の完成を境に一気に街並みが変わったと言われています。今日はそんな辻堂駅周辺を散策してみるのだ。月曜の午前10時ともあって人はまばらですね。駅改札の北口エリアから散策スタートです。まずは改札を出た北口ロータリーなのだ。目の前に広がるのは再開発で生まれた巨大な駅前広場。バス乗り場とタクシー乗り場が分かりやすく整理されているのだ。再開発されただけあって北口はかなり綺麗な街並みしてるね。駅前なのに開けた空間が気持ちいいです。北口を出てほんの30秒で巨大な建物が出現。延べ床面積16万平方メートル、店舗数およそ280の巨大ショッピングモールテラスモール湘南なのだ。開業は2011年11月11日。覚えやすい並びなのだ。さらに2024年春にリニューアルオープンしてるので、今時のおしゃれ店もいっぱい入ってるのだ。テラスという名前通り2階、3階、4階の全てに屋外テラス席が用意されていて、座席がゆったりしたスペースが確保されています。3階のフードコート、潮風キッチンの屋内席も合わせると、休日や混雑時でも座席が豊富にある印象でした。今日は平日の午前中ということもあって、テラス席はガラガラなのだ。たくさん席があるのに座っているのは数人だったね。パソコンを開いてる人もいたのだ。開放的で綺麗なテラス席でパソコン仕事できるのはかなり贅沢な空間だと思ったのだ。4階テラス席からの眺望なのだ。10時過ぎたあたりでまだまだ人はまばらだね。これぐらいの人口密度の方が気持ちいいのだ。テラス席にも人はいないし、こんなに広いのに空間を独占してる気分。ついに辻堂にもタワーマンションができるのだ。辻堂駅直結で湘南エリアで最高層の29階建てになるそうです。平均価格は1億円だとか。庶民には縁がなさそうで世知辛いのだ。ただ1階から3階は商業施設になるそうなので、辻堂駅の第2のショッピングモールになる可能性もありますね。4階の館内に入ってきたのだ。4階はレストラン街と109シネマズ。109シネマズは10スクリーン、約2000席規模で湘南エリア最大級です。撮影日は劇場版コナンが公開中で賑わっていました。テラスモールを出て移動するのだ。1階も広々してて歩きやすくていいね。大勢のお客が来るからだろうけど、テラスモール周辺は余裕のある空間で出来上がってる気がするのだ。だからこそ人が少ない時間帯はかなり快適です。そしてテラスモールの正面にはもう一つビルがあるのだ。それが2010年開業のラズ湘南辻堂。テラスモールと比べると随分コンパクトだけど、延べ床約17,900平方メートルにスーパー、ドラッグストア、複数のクリニック、ネットカフェ、ブックオフ、100円ショップ、ファミレス、回転寿司など生活密着型テナントを凝縮。観光客というより完全に地元民のための商業ビルだね。住みたい街急上昇にはこのビルの存在も一役買ってると思うのだ。テラスモール湘南にもサミットが入ってるので、近い範囲で2軒スーパーがあるのは便利そうです。では次の目的地へ向かうのだ。せっかくなので道路側じゃなくておしゃれなテラスモール側を歩いていきますね。なんかこの辺住んでたら朝の散歩コースにもできそうだね。日中は人が多くなるんだろうけど、今の時間帯ならいいかもね。テラスモールの横を抜けると横断歩道を挟んだ隣にあるのが関大公園、シークロス公園なのだ。およそ1ヘクタールの敷地にベンチ、遊具、そして広場がバランスよく配置されています。周囲は病院や公共施設に囲まれていて、ランチを買ってここでのんびりするのも良さそうですね。真ん中の広場は土と芝生のミックス。
遊具は少なめだけど小さな子供が走り回るにはちょうどいいサイズ感なのだ。柵はないのでボール遊びやペットを離すのは少し注意が必要だね。ちなみにこの公園、災害時の広域避難場所にも指定されているそうです。駅前に巨大ショッピングモールと広めの公園が装備されてるのは住むとなるとかなり魅力的に感じるのだ。再びテラスモール湘南へ戻ってきました。動画ではカットしてるけどテラスモール館内も結構歩き回ってて疲れたので休憩入れるのだ。公園からの戻りなのでそのままテラスモールの外から入れる星のコーヒーを選びました。テラスモール内にはスタバやサンマルクカフェとか定番はもちろんおしゃれ系カフェもいっぱいあるので休憩場所を探すのに苦労しないと思います。スタバで買って外のテラス席で飲むのもいいよね。星のコーヒーのモーニングは11時までまだやってたけどこの後ランチで行きたい場所があったので今回はコーヒーだけを注文します。カフェインレスのアイスコーヒーなのだ。すんなり席に座れたけど次に来たお客さんは待ち列になってたのでタイミングが良かったです。こんな時間からもう繁盛してるのだ。ランチで行きたいお店が11時30分に開店なのでカフェでいい感じに時間を潰せたので出発です。改札を抜けて南口へ向かうのだ。かなり人が増えてきたね。これ全部テラスモールのお客さんかな。さすがに全員じゃないと思うけど半分以上はそうなんじゃないかな。北口の方は再開発されてないので結構普通どこにでもある駅前の風景なのだ。こちらは再開発のエリアには入ってないっぽいです。南口の正面に見えるあの道、あそこをまっすぐ歩いていけば30分弱で海岸のある辻堂海浜公園まで着きます。海岸までギリギリ徒歩圏内なのだ。まっすぐで平地だし自転車や車使えば10分かからず海岸まで行けると思うのだ。そして来たかったお店がこちら。目的のお店クッカーズグリルに到着したのだ。開店前だけどすでに並んでるのだ。辻堂駅南口から徒歩3分、食べログのハンバーガー100名店に2022、2024と選出されてる有名店です。休日は行列ができてることもあるとか。平日の開店すぐならすぐ座れるだろうと思ってこの店を選んだのだ。超粗挽き牛 100% パティに湘南野菜特注バンズ、夜はオイスターバーとしての側面もあるみたいです。メニューを見てもなんだかよく分かんなかったのだ。コルビージャック、ゴルゴンハニー、気にはなるけど聞いたこともない単語で想像つかないね。その場で検索してみたらどうやらチーズの種類だったのだ。結局味の想像はつかないけど名前が気になるコルビージャックチーズバーガーにしたのだ。食べログで湘南野菜を使用した自家製ピクルスがアピールされてたのでピクルスもトッピングしました。ハンバーガーの焼き方も選べておすすめはミディアムレアだそうです。お腹を壊しやすいのでよく焼きにしてもらったのだ。そして出来上がったのがこちら。めっちゃ美味しそうなのだ。バンズからはバターの香ばしい香りがするのだ。表面のとろけたチーズがコルビージャックかな。いただきます。美味しい。バンズはトーストされていてサクッとした食感がいいのだ。バンズ単体でも美味しいぐらい甘くてサクサク、それに新鮮野菜もたっぷりでシャキシャキ。パティは粗挽きでしっかり肉っていうのをアピールしてくるのだ。でもちょっと焦げてたね。よく焼きだからかな。おすすめ通りミディアムレアの方が美味しかったかも。ピクルスは大きめのがいくつも入ってて美味しかったのだ。ポテトはシューストリング系でマックのポテトに似てるかな。コーラも頼んで金額は2320円。ちょっと高めだけどまた来たいと思うぐらいに美味しかったのだ。次はミディアムレアにしようね。北口エリアは洗練されていてテラスモールのおかげで買い物、映画、カフェ、公園と全部揃うのだ。住みたい街ランキング上位も納得なのだ。海とショッピングモールが揃って楽しめるのは湘南エリアでも珍しいよね。家賃相場は藤沢市内でもやや高めみたいですがそれだけの魅力は感じました。他に藤沢市は未成年の医療費を助成してるのでそういった施策も住みたいと思わせる理由になってるんじゃないかな。電車は東海道線で東京、横浜に直通。
さらに小田原、熱海方面も1本。通勤レジャーどちらにも便利なのだ。ただし東海道線が止まると積みやすいのは要注意。電車が止まっちゃうと藤沢や大船までバス移動になるのかな。というわけで今回の動画はここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。